ビットコインが史上最高値に迫り、イーサリアムには6000ドルへの期待が高まる一方で、XRP には警戒シグナルが出ています。今、暗号資産市場に何が起きているのか、今日のニュースを投資判断にどう活かすのか。おはようございます。桜井です。今日も暗号資産投資の海外メディアで報じられている最新情報をお届けしていきます。特に投資家の皆さんが特に押さえておくべき3つの注目ポイントを厳選してお届けします。イーサリアムの大型資金移動や XRP のテクニカル転換、さらにアメリカで進むステーブルコイン規制の最新動向まで、ただのニュースの紹介ではなく、数字の根拠と投資目線でしっかり解説をしていきますので、ぜひ最後までご覧になられてください。最初の注目ポイントは、イーサリアムの動きです。現在、イーサリアムの価格は2600ドル前後で推移していますが、複数のデータから強気相場が始まるかもしれないというシグナルが出ています。まず一つ目のポイントは、取引所からのイーサの流出です。クリプトタイムズによると、過去3日間で約8万9000イーサ、日本でおよそ2200億円相当が取引所から引き出されました。これはクジラと呼ばれる大口投資家が資産を自己保管のウォレットに移していることを示しています。このような動きはすぐには売らないという意思を意味することが多く、市場にとっては強気のサインと捉えられています。続いての2つのポイントは、オプション市場の動きです。コインデスクによると、トレーダーたちは年末に向けて、イーサリアムが6000ドルに到達することを見越したポジションを取り始めています。具体的には12月末期のコールスプレッドという戦略で約700万ドル分の契約が買われたということです。このようなポジションは価格が上昇することを前提とした戦略であり、プロの投資家たちがイーサリアムの値上がりにかけていることを意味しています。さらに3つ目の注目はテクニカル指標です。コインテレグラフではイーサリアムがガウスチャネルというチャート指標の中で強気ゾーンを抜けつつあることが報じられています。過去にもこのシグナルが出た後、イーサリアムは 90% 近い価格上昇を記録したことがあるとのことで、今回も同様の動きになるのではないかと注目が集まっています。このようにオンチェーンデータ、オプション市場、テクニカル分析の3方向からイーサリアムに対して強気のムードが広がっているっていうのが今の現状です。では次に XRP に関する注目ニュースを見ていきましょう。イーサリアムとは対照的に XRP にはやや警戒が必要なシグナルがいくつか出ています。まず注目したいのはチャートに現れたデッドクロスです。FX エンパイアの報道によると XRP の50日移動平均線が200日移動平均線を下回るいわゆるデッドクロスが確認されたとのことです。これはテクニカル的に中長期の下落トレンド入りを示すサインとされ、過去には約 25% の価格下落が起きた直後にも出現しています。もちろん必ず下がるというわけではありませんが、短期的な値動きには注意が必要です。一方で、強気の見方も存在します。トレーディングビューのアナリストエグラククリプトは XRP が過去の上昇パターンを再現すれば将来的に12ドルから最大37ドルまで到達する可能性があると予測しています。ただしこれは中長期的な視点であり短期の値動きとは切り離して考えるべきです。ザ・クリプトベースも過去のラリーを引き合いに出しており、2024年から2025年初めにかけて XRP が 0.5 ドルから 3.4 ドルへ急騰した例を紹介しています。このような再現の可能性が投資家心理に影響している一方で、やはり今は不安定な局面と言えるでしょう。また、規制の観点からも XRP は注目されています。クリプトブリーフィングによれば、アメリカの証券取引委員会 SEC は XRP に関する ETF の承認を再び延期しました。これは XRP を取り巻く法的な不確実性が依然として続いていることを示しています。総じて言えるのは XRP には将来性への期待がある一方で、現在はチャート的にも規制面でも不透明感が強まっているということです。投資判断を行う際には
こうしたリスクとリターンのバランスをしっかり意識する必要があります。では最後に紹介するのは暗号資産全体の動きと今後の市場を左右する規制関連のニュースです。ここ数日価格に直接影響する大きなニュースがいくつか出ていました。まず一つ目は昨日の動画でもお伝えしましたが、アメリカで進行中のステーブルコイン規制ジーニアス法案に関するニュースです。Yahoo ファイナンスや CNN によると、この法案は引き続き上院での審議が継続されていて、ステーブルコインの発行者に対するルール整備が進もうとしています。この動きは暗号資産市場の信頼性や安全性を高めるという意味で歓迎されている一方で、規制が強まることで一部のプロジェクトにとってはリスクとなる可能性もあります。そして二つ目の話題は暗号資産の政治利用に関する動きです。フォーチューンによるとドナルド・トランプ大統領が自身に関連するとされるミームコイン、トランプコインの保有者を招いてディナーを開くというイベントを予定しているとのことです。このディナーには上院議員や著名な投資家も参加予定とされており、暗号資産が選挙キャンペーンや政治的な影響力を持つ手段として活用される事例が増えてきています。これにより今後は暗号資産に対する政治の関与が強まり、規制の方向性や市場への影響がさらに注目されることになりそうです。そして3つ目の注目点は、マーケット全体に広がるリスクオフの空気感です。Yahoo ファイナンスのレポートでは、アメリカの金利やインフレ、ドル高といったマクロ経済要因により、暗号資産市場に売り圧力がかかっていると報じられています。これはビットコインやイーサリアム、XRP など個別銘柄の強弱に関わらず、全体市場に影響を与えるため、ニュース以上に投資家の心理を大きく左右します。つまり、今の市場は上昇期待と規制マクロのリスク、これが交差する非常にセンシティブな局面だと言えるでしょう。ニュースをただ追うだけではなく、その背景にある政策や心理の流れを読み解くことが、これからの暗号資産投資ではますます重要になってきます。はい。では、ここまで今日の注目ニュースを3つに絞ってお伝えしました。まず、イーサリアムは取引所からの大量流出や強気なオプション取引、テクニカル指標の後押しもあり、今後の上昇に期待が高まっています。一方で XRP には注意が必要です。チャート上のデッドクロスや ETF 承認の延期といった要素が重なって短期的にはリスクがある状況です。ただ将来に対する強気な予測もあり、どこで入るかが鍵になりそうです。そして暗号資産市場全体ではアメリカのステーブルコイン規制やトランプ大統領の関与など政治と暗号資産の距離が急速に近づいているのがわかると思います。規制強化がリスクにもチャンスにもなり得る今、ニュースの表面だけではなく、その裏にある動きを冷静に読み解いていく姿勢が大切です。今後もこのチャンネルでは海外でのメディア情報を中心に特に何をどう判断すればいいのか、どの情報を信じたらいいのかと迷っている方にとって役立つ内容を心がけて発信していきたいと思っております。もし今日の動画の内容が参考になったと言われる方は、ぜひ高評価とチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。そしてコメントもお待ちしています。皆さんの投資スタンスや気になる通貨があれば、ぜひ教えていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。では動画の最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。